僕にとって未知の連続だったかもしれないですね。でその中で京都発信の世界ブランドを作るっていうのはもう自分の目標であって、これはずっと変わらずに持ってますけどね。最初はやっぱ戸惑いとかは多かったですね。京都に入ってからやることっていうのは全部が未知への挑戦でしたね。職人による手作りの革小物を通して京都のものづくり文化を世界に発信する京電。彼らの主力ブランドはお札が折れないミニ財布コトカル。 Amazon アドとともに現在成長している彼らの未知への挑戦を追っていく。京電っていうのが最初は京都を伝えるっていう感じにしてたんですけど、ものづくりを通じて京都の文化とか歴史とかそれを発信できたらなっていう思いで、京電っていう社名にしました。2005年にスタートしたんですけど、もともとはメンズカジュアル衣料のアパレルメーカーとしてスタートして、協力工場で作っていただいたものを全国の専門店に卸販売をしていたんですけど、自分たちの手で作ったものを直接お客さんにお届けしたいなっていう風な思いがなってきて、でアパレルから、革小物のコトカルっていう新しいブランドをスタートしました。この今やってるのは自分たちのオリジナルの革っていうのを作ってるんですけど、京都で育った牛の革を使って何かやりませんかっていう提案があって、なんか自分たちのこれ世界観が表現できるかなっていうのがあって、で一緒にやりましょうっていうのがスタートですね。見せれる革とかお客さんにある種感動を与えたいとか、なんかそういうことをずっと思ってたもんで、ちょうどこういう話いただいた時に、これは絶対に何かしら協力していけばものづくりができるかなというのがおったんですね。どちらかというともうメーカーさん、革屋さんが提案したものを買ってくれるだけっていうのが多いので、一からやっていこうっていうのはどんどんないかな。難しいところが面白い。なかなかね、やっぱりいい素材はできるけど、それを商品に転化した時にその良さが表現できなかったりとか、なかなか難しい。これハマった時が楽しいんですけどね。以前は全国の百貨店で1週間単位で売り場をお借りしてポップアップショップという形で僕自身が売り場に立って販売をしていたんですけど、体一つなんでやっぱり体力的にも限界があったのと、会社に出社することもできなくって、スタッフの皆さん不安を与えたりとか、実際にうまく回らなくなることもあったんで、ちょっとオフラインでの販売に限界を感じてインターネットの販売をスタートします。Amazon への出品を決めた京電。しかしそれは未知への挑戦のスタート地点に過ぎなかった。インターネットの販売をしたことなかったんで、もう本当に未知の領域に入っていくっていうような感覚でスタートしたんですけども、正直最初は全然売れなくって諦めに近い状態は続いたりもしましたね。最初その中でAmazon の担当の方に、相談して広告とあとセールと活用することで目標値に、どんどん近づけることができました。百貨店の陳列と一緒で、せっかく一生懸命作ったものでもお客さんに見てもらえなかったらゼロじゃないですか。で広告ってその自分たちが作ったものとお客さんが出会える機会を作ってくれるものだなっていうふうに思いました。売り上げが伸びていき、より一層忙しさを増すコトカルのブランド。ビジネスもやる気も上向きになった矢先、未知への試練が達田さんを襲う。僕自身はもう売り上げが上がっていくともっと上げようっていうことで意識がどんどん、売り上げの方にばっか向いてたんですけど、一方で、その組織とか社内のルールっていうのが整ってないままどんどん上がっていったんで、だんだん社内を疲弊していって回らなくなっていったなっていう風な今振り返るとそんな印象ですね。結果だんだんと、働いてる人も辞めていって、売り上げ上がる一方で、作れる商品の数も減ってきて、正直その時の感情を言うと誰を信用していいのか何を信じたらいいのかちょっと分からなくなって、でなんか会社に行くのもちょっと辛くなるような時期もありましたね。そうですね、その時一言で言うと孤独感じてました。ずっと
大きな孤独と失敗を味わった中でも、そこには背中を押してくれる存在があったという。しんどかったんですけど、それがあるから今があるっていうふうに感じるし、社外でも周りで応援してくれたりとかアドバイスして背中を押してくれる人もいっぱいいたんで、本当にすごい人のぬくもりを、感じたんで、やっぱりこれが僕らブランドの存在意義かなっていうふうに思ってて、これをしっかり届けて、皆さんを笑顔にしていきたいなっていうふうに思っていますね。周りに支えられながら新たに前へと進み始めた京電。社内のルールを細かく設定し、会社としての基盤を改めて固めるとともに、達田さんは毎年自分に対する揺るがないテーマを決めるようになった。毎年自分のテーマ、なんか今年こうなっていきたいなみたいなものを、みんな考えるんですけど、それを言語化してシンプルにして書いた方がいいなっていうので、書き初めっていうのを始めました。今年のテーマは、進化っていう文字にしたんですけど、これは変わるためにどんどん進んでいくというふうな思いを込めて、今年の、書き初めはこれにしました。世の中も変わっていくんでね、自分たちも変わっていかないといけないなっていう思いで、この文字にしてます。その言葉通り、ブランド全体の進化を加速させる新しい仲間たちとともに、コトカルも次のフェーズへと進む変革期に突入した。それまでは商品単体で売れてたんですけども、その成功パターンってやっぱり続かなくって、で改めて、自分たちものづくりするのに手作りで作ってるし、関わる人も多いし、自分たちのね、その思い、このストーリーとか背景、これをしっかり伝えないといけないなっていうふうに思って、ブランドを売っていこうっていうふうに思うようになってきました。そこからブランドストアを整えて、それに合わせてスポンサーブランド広告、これを活用するようになってきました。さらにですね、今まで画像で紹介してたんですけども、僕たちの商品って機能が結構特徴的なんで、動画っていうのに挑戦したんですけど、それが非常に効果があったかなというふうに思っています。そしてコトカルを進化させるために欠かせないピースがもう一つある。それがウェブ制作全般を担っている久保さんの力だ。久保さんもまた京電とともに大きく進化している一人だという。去年に入る前は、バンド活動、音楽活動をしながら並行して、雑貨屋でアルバイトを7年ぐらいやってましたね。カメラだったり、そのウェブの画像制作だったりも全部やったことない未知のことばっかりだったんで、都度勉強しながらなんとかやってるっていう感じですね。京電に入ってそこで自分の中でもやれることっていうのは増えてきていて、それと同時に会社からその任せてもらえる仕事が増えてきたっていう中で、プレッシャーを感じる場面も多くなってきました。だからこそやりがいも感じる部分はすごいあって、基本的に楽しくというか前向きにできてると思います。革製品の難しさっていうと、やっぱりその出したい質感が出てくれなかったりっていうところは苦労で大きいところであって、実際はこう手を動かしながらやってみて、でどんどん学んでいったっていう感じですね。そして現在、次なるセールに向け京電は新たな未知への挑戦を進めていた。今までその届かなかったお客さんだったりそうとかにも横広げたらそういうチャンスもあるかもしれない。そうやね。横展開あんまできてないですもんね。だからね。そう、今ね、データ見るとほとんどが女性のお客さんやった。でそういう意味ではメンズもやったことないけど、これは挑戦として一回やってみたいなと、自分でもう一回買いたくなるような商品じゃなくてブランドっていうか、なんかそういうのしてみたい。ブランドと素材とそうとかですよね。だからそうなってくるとさ、ページ上の見せ方も多分変わってくる。なんかその商品のことだけじゃなくて、素材とかブランドのことも知ってもらうようなページ作りをしていかないと。でなんかほら予約販売の売り方も教えてもらって、そうですね。それも実際できてないやん。やろうって言いながら。なんだかんだそうですね。一応だからせっかく Amazon でね、やり方、予約販売の売り方も教えてもらったし、なんかセールかなんかに引っ掛けて一回ちょっとやってみたい。ちょっとやってみたいですかね、それは。このいろんなやり方で、それも一つやし、売り方としては。
メンズ商品の育成、Amazon 限定商品の販促、素材や商品開発までブランド力をより一層高めるためのチャレンジは山積みだ。しかし今は頼れる仲間がいる。大きな挫折を乗り越えた達田さんの表情は希望にあふれていた。もういいかなと思ったりもしたんですけど、やっぱり人のつながりって、どっかで求めてて大事なんだろうなっていうふうに思ってました。これ今年のテーマでもあるんですけど、やっぱりこの感謝、これはもう本当に大事にしてます。一人でできることで限界もあるし、やっぱチームでできることにすごい、喜びを感じてますね。お互いにとって必要な存在になれるようにね、チームとして、みんなで一緒にやっていけたらなっていうふうに思ってますけどね。今年の目標は、仕事ももちろんそうなんですけど、自分が今もやってる音楽活動だとか、そういったプライベートの部分も、両軸で頑張っていきたいなと思ってます。ちょっとこれあんまりその社内で喋ったりとかはしてないんですけど、もっとそのコトカルの、これからの商品開発であったりとか企画であったりとかっていうところにもっとグイグイ入り込めるようになっていけたらいいなとは実は思ったりはしてます。とりあえずはやってみるっていうことかもしれないですね。昔はひょっとして道から離れた方がいいのかなと思ったんですけど、いろいろ経験してみるとやっぱりその道が成長の機会で、そこと向き合うことが大事なのかなっていうふうに思いますね。いろいろ変わりつつ、京都発信の世界ブランドを作る、これは変わらずに物事が進んでるんじゃないかなって思ってます。どうだろう、まだ道半ばでまだ半分にも至ってないかもしれないんですけど、去年から本格的に海外の展示会出展したりとか、今までちょっとやったこともないんですけど、確実に前には進んでいるという実感はありますね。チームでそこはねやっていこうって言ってるんで、来年の今頃見といてください。必ず変わってますから。京都発信の世界ブランドを作る、その目標を胸に京電は進化を続ける。彼らの未知への挑戦はまだ始まったばかりだ。